颯、宮城県出身、時津風部屋。明生、鹿児島県出身、立浪部屋。正代、熊本県出身、時津風部屋。大栄翔、埼玉県出身、追手風部屋。翠富士、静岡県出身、伊勢ヶ濱部。皆さんやはりこの取り組みを楽しみにしているという方が他にもたくさんいらっしゃいます。さて今日は第62代横綱大乃国柴田山親方と一緒にお届けして何ですかという質問も来てますが、じゃあこれは時間がかかりそうなのでまた後ほどじっくり伺いましょう。さあ土俵は時間になりました。新入幕日翔志に対する応援の幕というのもございます。まだ今場所勝ち星がありません。画面向かって左側の日翔志です。突っ張っていきます。日翔志押す、押し出し。今場所初白星です。幕内最初の白星です。5日目。そうですね。ここでね前半戦やっと一つ白星つきましたからね。はい、今日は良かったですね。当たって押して出てね、やっぱり腰が下にね滑らかにこう乗ってくるのが美味しいですよね。そうですね。一手間やっぱりかかってますからね、腰はね。やはり小豆といえば北海道というところがありますから。北海道とは私の田舎十勝ですから。そうなんですよね。早くもスイーツ談義が始まっております。コメント欄での参加も皆さん大歓迎です。さて軍配返っています。友風は今場所返り入幕です。押していきます。友風の圧力。錦富士前に出る、叩き込み。軍配は友風。錦富士は前に出ていきましたけどばったり前に倒れました。友風がね押して下がった時の引きというものを友風が持ってるんですよね。十分圧力前にかけといて、友風が後ろに下がったんで錦富士としてはここというふうに出ていったんですけども、獅子も体大きくなってきたんじゃないですか。以前ねなんか細身だなって感じしましたけど、これは日々ねやっぱりこの関取になったのと、下半身が大きくなった感じしますね。この大きくなった下半身です。時間になりました。過去の対戦は翔猿の1勝です。中に入ります翔猿、突き放していく。突っ張っていく翔猿。獅子が左差そうとします。まわしを引いて寄り切りました。獅子の勝ち。いや動き回る翔猿を捕まえました。よくね怖がらないで出てきましたね今日はね。前に出ましたね。これすぐに右差しに来ました翔猿です。獅子は左から抱え込みでしたね。その後ねこの翔猿がちょっと手を出しながら牽制しながらねこの狙ってるんですよね、相手の懐に。ですけど獅子はどんどん前にこう攻めようという気持ちがありますよね。ここでまわしを取って、反対に獅子が。それではリプレイで振り返ってみることにしましょう。ですから竜電が190を超えています。このですから懐の深い竜電に対してどうやって攻めていけばいいか。今日は待ったなしの声です。
筋肉すごと書いてる方がいらっしゃいます。朝紅龍の肉体を見ての感想だと思います。さあ立ち合い、試合になります。竜電の踏み込み、左が入りました朝紅龍。左からおつけの竜電、頭をつけて投げを打つ、投げの打ち合い、お互いにこらえました。上手投げ、竜電の勝ち。懐の深さを生かしました竜電。投げの打ち合いになりました。そうですね。まあ朝紅龍もね、立ち合いはうまくこの、竜電がこの右の上手ですか。はい。ね、これ中にこうね、なんとかこう入っていこうとしてるんですけどね、竜電がのど輪で竜電右の上手欲しいんですよね。は探ってるんですけど、これ朝紅龍がね、左下手からですね、右から押っつけて出るんですけども、ね、先に投げを打ちました。投げを打ったその後、竜電がこの右の上手、はい、引きずるようなね、この上手投げ、はい、ここにやっぱり慎重、たまに行きます。はい、バターケーキ、バタークリームってちょっと黄色いイメージがありますけども、ですけどもうね、いろんなのバターがありますからね。今はそうなんですね。カルピスのバターは白いんですよ。そうですか。見たらすぐわかります。はあ、いやー、お話を聞いてると口の中に随分と唾液が溜まってきました。さあ時間です。土俵佐田の海と湘南の海、海対決を迎えております。右の上手が速い佐田の海、回しが切れた、残した、突っ張っていく湘南の海、上手投げ、湘南の海の勝ち。粘りを見せましたが佐田の海、最後は投げられてしまいました。立ち合いはでも先にこれ上手取ったのは佐田の海ですね、はい、右の上手を取りに行きましたよね。なんですけど湘南の海がね、なんか腰をしっかり下げてね、攻めていきましたよ。で、まあ佐田の海泳いだんですけども、あそこで残した時に、その後ですね、ちょっと、慌てて攻めに行っちゃったんですかね、これね。まあ攻めてはいたんですけども、そこ佐田の海はよく残したんですけどもね。はい、そこから駅まで荷物持って歩いて列車に乗っかって、今度はね上の下から降りてって、その間ねついてってですよ。はい、でそこから、まあ、旅館行きのバスとかまたそういうの乗っかってですね、行ったもんですけど、まあそれも大変だったんですけどね。そうですね。まあどっちも良し悪しがありますが、さて明生御嶽海の対戦です。過去は御嶽海12勝、明生9勝です。起こしていきます。明生が手を出す、右が入りました。明生、御嶽海左から押っつける、一度引いた、そこを出ていきました。御嶽海の勝ち、押し出しました。御嶽海の勝ちです。明生引いてしまいました。そうですね、2回今日は明生引きましたから、なかなかもしかしたらどこか状態が良くないのかもしれませんが、御嶽海勝ちました。明日は大栄翔と対戦です。なんか別に聞かれる時と聞かれる時あるので、はい、別に問題は小さな飛行機だったらあれですけど、大きな飛行機はどうなのかなと思うんですけど、やっぱりバランスっていうのが大事なんですね。荷物乗せるのも全部あれバランスを取る形でまた荷物乗せるらしいですからね。そのようですね。土俵時間になりました。時疾風狼雅の対戦です。過去対戦は2対2です。右四つになりました。攻めが速い狼雅の勝ち、寄り切りました。踏み込んでいったのは時疾風だったんですが、まあ狼雅に完全に封じ込められましたね、今日はね。それではリプレイで解説をお願い。まあ相手時疾風に先に立ち合い立たれましたけどね、
ローガとしては余裕がありましたね、今日はね。そうでしたね。前半戦に登場です。大栄翔、先場所は全休しておりました。ふくらはぎを痛めての全休でした。番付を下げて東の10枚目。今日は美ノ海と対戦いたします。過去3回対戦があって全部美ノ海が勝ってるんですね。立ち合い呼吸が合いません。もう一度。張り合い、美ノ海が押す。大栄翔ついて送り出し、美ノ海の勝ち。今日も大栄翔、美ノ海には勝てませんでした。やはり本来の大栄翔の突っ張りが出ませんね。なんかこの立ち合いからの馬力っていうか勢いっていうのがね、そういうのはちょっと感じられないですね。そうですね、これ踏み込みもそれほど強くないですよね。この後手は出すんですけども足が出ないですよね、それとね。これやっぱり右のふくらはぎの影響ですかね。ね、まあ影響が出てるのか、あんだけね冬岡に懐に入られてしまったら翠富士の得意技、肩すかしもできませんね。そうですね、今場所はまだ肩すかしが出ておりません、翠富士です。翠富士は先場所も肩すかしがなかったですね。ここのところちょっと少ないですよね。はい、さあ今日はどうでしょうか。時間です。中に入った藤の川、もろ差し、寄り切り。今場所ももろ差しの形を作りました藤の川。翠富士に勝っています。攻めが早かったですね。早かったですね。立ち合いからの当たってからさっとこのね、翠富士の懐に入りましたよね。はい、全く翠富士、これも立ち合いで勝負あったという感じでした。もうここですね、はい、これ2本さっと入って先場所と同じような形になりました。同じ形になりました。はい、翠富士としてももうまたこの胸の合わせ方がね、はい、こちらが金峰山。正代は大関経験者、そして優勝も経験しております。初優勝から正代はちょうど3年が経ちました。立ち合いの圧力は強い正代です。過去対戦は金峰山4勝、正代の3勝です。先に手を下ろした金峰山、突っ張っていく。中に入った正代、寄り切り、正代の勝ち。ですから上手は全く効いてないですね。はい、ね、これ上手取って、ね、投げに行きましたけどもね、そこは柴田山さん、一門の力士ですけども、はい、場所前ちょっと体調崩すようなところもあったみたいですね。ああ、そうですか。はい、まあ、欧勝馬もそうですけど、同じ一門です。あ、そうですね。鳴門部屋です。数も非常に多いですからね。横綱大関いますしね。はい。さて前半最後の取組です。隆の勝と欧勝馬。欧勝馬の出足、隆の勝が出てくる。寄り切りました。隆の勝の勝ち。最後はしっかりと腰を落として相手を寄り切りました。欧勝馬の出足を止めました。そうですね。隆の勝の勝ち。いや、ここ踏み込んできたところよく止めました。欧勝馬が引こうとしたんですかね。そうですね。欧勝馬はね、この引き技があるんです。少し上がっています。東の8枚目です。
対戦相手の草野は幕内は2場所目、自己最高位西の6枚目に上げてきました。ですから番付上では草野がこれ裏を追い抜いたという形になるわけですね。そうですね。先場所は新入幕で11勝を挙げました。まだちょんまげの草野。さあ時間になりました。先に手を下ろします。張り合い、裏をしていく、おっつけ、強烈なおっつけ、草野押し返す、引いた、裏の勝ち。最後どうでしょうか、網打ちのような形になりましたでしょうか。手繰りましたかね。そうですね。どうだったんでしょう最後ね。裏勝ちました。それではリプレイで見ましょう。立ち合いいかがですか。これ立ち合い五分だと思いますね。でも裏が下からね、こうつけながら前に出ようとするこの圧力ですね。はい、このおっつけ、こんだけ圧力かけていってますから、そしてこのすかさずね裏がね、つっかい棒を外したようにこの双方は先場所平幕での優勝。番付は東の5枚目です。今場所も期待がかかりますね。そうです、先場所優勝してますからね、はい、だから今場所はまあそこそこの成績はやっぱり上げたいですよね。これもまた柴田山さん、一門の力士同士の対戦ですね。いやそうなんですよね。はい、さあ琴勝峰と一山本の一番です。左から押っつけ一山本、上手を取りました。両回し引きつけて出る一山本、ただ右四つ、琴勝峰得意の形です。もう一度出る、投げの打ち合い、寄り切りました。一山本の勝ち。今日は回しを引いての四つ相撲、一山本勝ちました。琴勝峰敗れて連敗。琴勝峰先に攻められました。そうですね。まあ四つになってるからね。ただ一山本もここ左から押っつけて、そして上手、当たっておいて押っつけて左の上手、まあこう振られましたけどね、振られたものに乗っかっていかなくてよかったですよね、これ一山本は。しっかりとこれ上手引きつけてますし、反対に琴勝峰はね、右下手入ってるんですけど窮屈なね、形で変えるって、まあ、なかなか難しいですよね。そういうもんですか。たまに押し相撲の人が四つ相撲になったり、四つ相撲の人が押し相撲になったりっていうのは、一山本ってどっちかというとね、押し相撲が最近四つ相撲になって力を発揮してきてる感じですよね。両者の差し手争いも一つ注目です。時間です。過去の対戦は大野勝が1勝しています。立ち合い、左差しに行く若元春、左四つ若元春、形を作ります。ただ上手はまだ遠い若元春、右から押っつけ上手を探ります。若元春得意の形、右から押っつけ、一度離れた、大野勝が押す、上手が取れない若元春、もう一度左四つ、若元春、今度は左十分、寄り切り、若元春の勝ち。柴田山さん、喧嘩四つの話をしてたら、左四つになりました。の方が形は良かったんですよね。右から押っつけながら左差してますし、若元春右の上手も取れてませんし、下手もね押っつけられてますから、そんな効いてないんですよね。でここもそうなんですよね。大野勝が右から押っつけてますから、これ相手の肘しっかりとね、で下手も取ってますしね、それがここで切れちゃったんですよね。でちょっと若元春が首の押さえに行って引きに行った時に、そこ
大野勝としては本当はそこチャンスの場所ところでしたよね。攻めてくるのがこだわって右四つになりにいかなかったというかね、最初の段階では、アベマ大相撲ライブ、生中継ご覧の方も今日の取り組み全部把握している方がなかなかいらっしゃらないかもしれません。楽しみな取り組みが一体いつなのかというのをね、気になるところもあると思います。好調の霧島、この次の次登場です。さて過去の対戦は2対1で伯桜鵬です。昨日横綱に勝っております。画面向かって左伯桜鵬、右が平戸海。立ち合い、立ち合い不成立です。もう一度です。頭で当たりました。押してくる伯桜鵬、押し返す平戸海、突っ張って攻める、もう一度いく、突き出しに平戸海の勝ち。よく攻めました。いやー、平戸海の攻めの相撲でした。押し切りましたね。そうですね、これは当たりは五分ですよ。この後伯桜鵬が左から押っつけて出ていくんですけども、平戸海もしっかり残しましたよね。この後ここから押し返しました。下からね、もう休まず突き上げましたよ。思わず伯桜鵬としても胸を、そうですか、もう毎日のように甘いもの目の前にお供え物のようにありますから。誕生日に限らないわけですね。この時期はやっぱりお月見ですから、そろそろね。確かに、もうお彼岸が迫ってまいりました。あとは秋のスイーツ、お芋だったりとか。芋、やっぱりこれから栗じゃないですか。栗もありますね。迎えました高安、今場所まだ白星がありません。相手は玉鷲、東の筆頭。大関復帰を目標にしている高安、画面の左側です。さあ立ち合い、喉まで押してくる玉鷲の押し、しのいだ高安、まだ攻める玉鷲の勝ち。いや、玉鷲の強烈な押しでした。だったらそこをね、こうなだれ込んでいくんですけど、いかないですよね。これはやっぱり経験ですか。やっぱりね、こうやって喉輪からね、こう攻めていくんですけどもね、ここはね、しっかり相手見てますからね。見てますし、やっぱりね、ベテランのもうそんな技なんかもう私には持ってないです。技っていう技はないですから。いやいや、何をおっしゃいますさあ、そしてこの青錦、とにかく技が豊富です。霧島もね、もともとは足腰いいですから。さあ4連勝できています。好調の今場所、待ったなしの声。立ち合いです。先に立ってしまいました青錦です。呼吸が合いません。3度目。突っ張り、引いた霧島、頭をつけている青錦、低い姿勢、左を差しています霧島。右から追っつける青錦、青錦は左の下手、出てくる青錦、巻き替えている霧島、送り出し、青錦勝ちました。霧島連勝、5日目にストップ。よく我慢しました青錦。霧島が巻き替えにいったところが少しこれポイントでしたかね。そうですね、うまいな、やっぱり2度待ったがあって3度目。
ここは霧島突っ張りできました。突っ張りましたけどね、突っ張りも青錦には効いてないですね、これね。顎をしっかり引いて低い体勢で保ってますからね。この低い姿勢で左四つ。霧島は左の下手取りましたけども、はい、青錦ここからしっかりと脇を締めてね、相手の下手殺してますし、左の下手を取ってます。はい、頭を上げませんしね。ここですね、霧島が動いたところうまくね、青錦がこう回り込んで、この一つの気力と相撲のうまさでね戦ってますから、若隆景、右膝の怪我がありまして番付を幕下まで下げていましたが、また関脇まで戻ってきました。待ったなしの声です。阿炎は今場所まだ勝ち星がありません。4連敗しています。さあ立ち合い、阿炎もろ手でいく、引いた、そこを出てきます。押し出しました。若隆景の勝ち。リプレイで振り返りましょう。ここまでは良かったんだ、阿炎はね。でこれですよね。そうじゃなくて、あそこからねやっぱりどんどん前に攻めてついていかなきゃダメなんですよね。はい、それはね、あそこで引いたって若隆景はもう絶対もう引いてくるっていうのは、もう阿炎はこういう相撲だって分かってますから。阿炎はね、もう一つね、この前に出ないですよね。すぐこう引いたりはたいたりっていうのが多くてね。はい、いつものルーティーンです。こうやって付き人と気持ちを合わせまして、そして立ち合いを迎えます琴櫻。過去対戦は7対1で琴櫻です。木森伊之助軍配を返しています。立ち合い、まわしを取りに来る琴櫻、取れない、出ていく、土俵際押し出し、琴櫻の勝ち。落ち着いて対応いたしました琴櫻、勝って4勝1敗です。琴櫻、まあ今日は落ち着いたんじゃないかと思いますよ。豪ノ山がね押して攻めてこようとしたんですけどもね、豪ノ山としてはね、なんとか白星一つ欲しいという気持ちが、ああいうその引き技に出ちゃい、はたき技に出ちゃいましたよね。はい、本来だったらね、豪ノ山どんどんね、もう真正面から押して出ていかなきゃいけない立場なんですけどね。さて熱海富士としてはどうでしょう、柴田山さん、どうやって攻めたいですか？やっぱりまあ当たっておいて、やっぱり捕まえたいと思いますよ。捕まえればね、熱海富士としては力出しますから、はい、その動きの中でね、要するにまあ横綱に振り回される、かき回されるような状況の中ではやっぱり熱海富士としては嫌だと思いますね。はい、さっきもお話に出ました通り、胸が合えばやっぱり熱海富士は力発揮できますからね。そうですね。さて結び前の一番です。横綱豊昇龍、連勝を伸ばせるか。ここまで4連勝。相手は体の大きな熱海富士です。
睨み合いがありました。さあ立ち合い、手を出していきました。横綱突っ張っていく、右四つ、速い攻め、寄り切り、5連勝です豊昇龍。突っ張ってから右四つ、速い攻めを見せました豊昇龍です。柴田山さんいかがでした？そうですね、うまく豊昇龍がね先手取りましたね。早かったですね。早かったですね。立て直そうという感じはありましたけども、立て直す前にここですね、立て直す前にも豊昇龍がね右をしっかりね返して、そして左もねしっかり取ってきましたからね。ここもう先手取られましたよ、これ。これが先手必勝。この左の上手も、もう熱海富士は受ける展開になってしまいました。完全になる、そしてかいなを返しまして左上手もがっちり取りました。あそこでワン呼吸置いちゃうと、熱海富士が力出すんですよ。昨日敗れております。昨日黒星でした大野里。横綱のこの気持ちっていうのは横綱やった人にしかなかなかわからないところがございますが、大野里が今どういう気持ちなのか、気持ちの切り替えっていうのは柴田山さんはいかがでしたか？一日一番っていうね誰もが思ってる気持ちですけどね、やっぱりその頭の中にはいろんなことが浮かんできますから。やっぱりそうですか。さて両者に対する声が飛んでいます。土俵上、木村庄之助から待ったなしの声。大野里とそして王鵬の対戦、5日目結びの一番です。上がっていきました。上から押っつけ、出てくる出足、はたき込み、大野里の勝ち。連敗はしませんでした横綱大野里。今日は上位陣安泰です。横綱大関揃って勝ちました5日目。結びの一番は横綱大野里が勝って締めました。立ち合い当たっていきました。さてそれでは柴田山さん。そうですね、横綱大関は安泰だったということですけどもね、それぞれいろいろありますけども、やっぱりあれでしたね、この先場所も活躍した私は青錦ね、霧島の一番、これは僕は良かったなと思いますけどもね。横綱大野里もう一度見ましょう。もう当たりいいんですよ、左が押っつけ、右の喉輪、で大野里もこう右から押っつけてすっぽ抜けたんですけど、大野里右からですね押っつけてってすっぽ抜けたなと思ったところ、この結局は王鵬の方が足が揃って自分で体勢崩しましたよね。ちょっとあっけなかったなと思います。立ち合いが悪くなかっただけにちょっともったいないような印象も受けました。そうですね。決まり手は突き落とし、大野里勝って4勝1敗です。連敗はしませんでした。王鵬敗れて2勝3敗。明日は豊昇龍と対戦です。王鵬は連日の横綱戦ということになります。明日は豊昇龍との取り組み期待したいですね。そうですね。以上ご覧のように今掲示板ご覧いただいております。